が霧ヶ谷村か。皆さんこんにちは。私の名前は琴ノ葉茜です。春休み、いた子さんがお仕事でお世話になった村にみんなでお泊まりに行くというので、私たちもお邪魔することになったのでした。でも、この村であんな事件が起こるなんて、この時はまだ、誰も想像していませんでした。ようこそ皆さん。私はこの村の村長の息子の斉藤健二と申します。健二さん、ご無沙汰しておりますの。村長様は？父は体調を崩しておりますので、代わりに私が。そうだったんですの。それで、こちらの方は？彼女はこの村出身で私の幼馴染の沢子です。沢子です。村の役場で働いてます。どうぞよろしく。よろしくお願いしますの。それじゃあ村を案内しますね。ここ霧ヶ谷村は四方が山に囲まれていて、一年のほとんどが霧で覆われる静かな山里です。派手なものは何もないですが、春の新緑と秋の紅葉は特に美しく見ものなんですよ。だから霧ヶ谷村って言うんだ。これだけ自然が多いと熊とか出るんでしょうか？この辺りではめったに熊は出ませんよ。安心してください。あれは我が家の蔵ですね。蔵って？使ってない家財や大切なものを入れておく場所です。見てもいい？蔵の中は暗いですし、それに物が多いので危ないですよ。もう何年も誰も中に入っていませんし。立ち去れ。この村は呪われておる。即刻立ち去れ。何ですかあなたは。大丈夫ですか？今のおばあ様は？あの方は藤江さんです。この村の最長老のおばあさんなのですが、最近少しボケてしまって。あの事件の後からひどくなったよね。事件ですの。私事件大好きです。人の不幸話でずんだ餅が何個でも食べられます。初対面でそういうのマジでやめよっか。うなはもうお家に行きたいぞ。ごめんなさい。この子車酔いしちゃったみたいで。それなら。ここが皆さんが泊まるゲストハウスになります。わあ、とっても広いのだ。ところで、とある事件っていうのは？子供がいなくなったんです。今年に入ってからもう3人目で。村のみんなも神隠しだと言って怖がってるんですよ。そんなことが怖いのだ。そうだね。私大人同士の薄汚い嫉妬とかドロドロしたやつじゃないとずんだ餅食べられないんですよね。お前ガチで黙れよ。じゃあうちがこの事件解決するよ。ありがとうね。でも危ないからこのことは私たち大人にお任せしてね。はい。今は村の大人が頻繁に見回りをしています。我々もできる限り皆さんと一緒に行動させていただきますので、どうか安心してください。ご迷惑おかけしますの。そんなことよりこの村には埋蔵金があるって噂を聞いたんですけど、どこにあるんですか？埋蔵金？確かにこの村には森の奥深くのどこかに埋蔵金があるという伝説がありますね。なんだただの伝説なんですか？じゃあこの村には本当に何にもないんですね。がっかりずんこです。いたこさん俺もう我慢できねえよ。後でよく言って聞かせておきますから。あ、そういえば明後日にはお祭りがありますよ。小規模ですが屋台も出ますし、地元名産のずんだ餅も振る舞われる予定です。この村は本当に素晴らしくて良い村ですね。ねえいとこ姉様。本当にこの子は。いろりご飯だよ。私テレビでしか見たことない。すごいのだ。僕も食べていいのだ。ここではね。ここでは。私と母で腕によりをかけて作りました。どうぞたくさん食べてくださいね。星 3.5 ってところですかね。星 3.5 個中 3.5 個ってことです。あらそうなの。村長様はもう体調は大丈夫なんですの？ちょっと寝冷えして風邪をひいただけですじゃ。大したことはありません。そういえば皆さん藤江さんにはあったんですよね。はい、いきなり杖で殴られました。それは災難じゃったの。まあ変わり者の偏屈ばあさんだと思って我慢してくだされ。あの人も悪い人ではないんじゃ。あの人もずっと独り身ですからね。沢子はいい人はいないの。お母さんが沢子くらいの年にはもうお姉ちゃんがいたのよ。やめてよお母さん。お客さんの前だよ。だってお母さん心配なんですもの。ケンジさんとはお付き合いしないんですか？私、何か変なこと言っちゃいましたか？ごめんなさいね。沢子とケンジ君は兄弟みたいなものだから。そうじゃそうじゃ。二人はそういうことにはならんじゃろ。なあケンジ。沢子だけはそういう目で見れないかな。沢子だけは。ちょっとそれどういう意味よ。こんなに豪華なご飯うちでも食べれたらいいのにね。埋蔵金が見つかれば食べれるかもね。じゃあ僕が埋蔵金を見つけるのだ。ふふふ。じゃあお願いしちゃおうかな。そういえばうなちゃんはどうしたんですの？さっき起こしに行きましたけど、まだ調子が悪いみたいで。トイレ。こんな思いするくらいなら、酔い止め持ってくればよかったな。
気のせいか。おとまち、体調はもう大丈夫ですか？もうすっかり元気だぞ。村は自由に見て回っていいですが、一つだけ注意事項があります。一人で森には決して入らないでくださいね。どうしてですか？森にはケンケ様がいるからだよ。ケンケ様。大きな顔から足が一本生えていて、ケンケンをしながら近寄ってくるの。特に森で多いって声がしたら、絶対に声の方に振り向いたらダメだよ。振り向いたら、どうなるんですか？振り向いたら、あの世に連れて行かれちゃうか。次のケンケ様になっちゃうんだって。今のお話は村に伝わる伝承的な、平たく言えばただの作り話です。実際にケンケ様を見た人なんて誰もいませんから、安心してください。なんだ、作り話か。怖がって損しちゃった。ははは、みんな子供だな。後で我慢取り替えろよ。怖がらせてごめんね。でも私たち村の人間もめったに入らないくらい、森は霧で迷いやすいの。だから絶対に入らないようにしてね。それにあの事件のこともあります。できる限り大人からは離れないように。そういえばズンダムスさんは、今朝私に一言言ってお外に行ったよ。なんて言ってたの？寝ぼけててうろ覚えなんだけど、確か埋蔵金を探しに行くって言ってたような。それって森に一人で行ったってこと？そういうことだね。そうなんだ。あれ？埋蔵金を見つけたらきっとみんな褒めてくれるのだ。今度はあっちを探すのだ。それにしても霧が濃いのだ。全然先が見えないのだ。今日のところはこの辺りで帰るのだ。別に怖いとかそういうことは何にもないのだ。そういえば、帰り道はどっちなのだ？ズンダモン、ズンダムスさん。ケンジ、村の大人たちにも話してきました。やはり誰もズンダモンさんの姿は見ていないそうです。そしたらやっぱり森の中に一人で。スマホはそれが全然繋がらないの。森では電波は繋がらないんです。二手に分かれて探しましょう。僕とイタコさん、それとおとまちさんとあかねさんで霧ヶ谷神社の裏の方角を探します。沢子は？森の中って言ってた通りこんなに霧が深いんですわね。それになんだか体が重たい気がしますわ。霧って実は結構濡れるんですよ。多分服が湿っているんでしょう。足元に気をつけてくださいね。この辺りは木の根が多いですから。本当だ、気をつけなくちゃな。この辺りが神社の裏ですが、見当たりませんね。もう少し奥に行ってみるのはどうでしょう。この先は小高い崖があって、大人でも進むのは難しいんです。なのでそちらの方にはいないかと。本当にどこに行ったのでしょうか。詳しいんですね。村の人間でも森にはめったに入らないって言ってたのに、森の中にやけに詳しいなと思って。確かにそうだな。ああ、まあ私は次期村長ですから、森の地理もある程度把握しておく必要があるんですよ。今度は少し下ってみましょうか。ついてきてください。わかりましたの。気になってたんですけど、そのミサンガって誰からもらったんですか？これはケンジからだよ。高校の時にもらったんだ。それってもしかして、卒業式の日に腐れ縁の印だって渡されて、10年経っても未だに切れないからなんとなくつけ続けてるだけだよ。ただの腐れ縁でミサンガなんてプレゼントするかな。昨日はケンジさんもあんなこと言ってましたけど、もしかしたら本心では違うかもしれませんよ。期待してるようなことなんて何にもないよ。私たちはただの幼馴染で、本当に何にも。皆さん無駄話はやめてください。今はズンダモンの捜索中ですよ。そうだよね。ごめんなさい。お願いなのでおかしなこと言わないで普通にコミュニケーションをとってください。いえ、確かにこういう状況ですし、こんな会話も大切ですよね。ズンレイ様、色のついたただの紐一本に無駄な憶測を繰り広げて一喜一憂できるなんて、本当に皆さん素敵な頭をしていますよね。ごめんなさい、これでもズンレイ様には何の悪気もないんです。そうなんだね。ここにもいませんわね。ケンジさん、他に思い当たるところはありませんか？まさかあそこに行ったんじゃ。いや、そんなに深くまでは。ケンジさん、いえ、すみません、ただの独り言です。そういえばケンジさんはまだ絵は描いてるんですの？はい、書いてますよ。ケンジさんはとっても絵がお上手なんですのよ。モンちゃんが見つかったらみんなで見せてもらうといいですわ。楽しみだな。なあ、あかね。あれ？あかね？なんか俺だけ一人なんだけど、しょうがないから一人で探すか。なんだあかねちゃんか。驚かせないでよ。まさか、ケンケ様じゃ。クマの子供。おーよちよち、こんなとこでどうしたんでちか？かわいいでちね。
後ろ。お世話様です。この辺りが村長さんの家の裏のはずなんだけど。見当たりませんね。もしかしたら、ケンケ様に連れて行かれてしまったのかも。そんなまさか。でも、あの話が本当だったとしたら、なんて冗談ですよ。そんな非現実的なものがこの世にいるわけ。はい？茜がどこにもいないぞ。どうしましょう。茜さんまで迷子に。今の悲鳴は？沢子たちがいる方向からです。沢子、一体何があった？皆さん、大丈夫ですの。おい、お前たち、こんなところで何をしておるんじゃ。ずんだもんちゃんを探してるんですの。そうか。なあ、わしも探そう。どこに行くんですか？服を取りに行くんじゃ。別にそのままでも構いませんよ。してくれ。はい？勘弁してくれ。どこに行ったらいいのか全然わからないのだ。きっと僕はこのまま死んじゃうのだ。どうしてこんなところにお家があるのだ。このお家の人に道を聞けば帰れるかもしれないのだ。でも、なんだか嫌な感じがするのだ。葵。心配したんだから。僕はどうしてここに？スンダモンは森の入り口で気を失ってたんですよ。高橋さんが見つけてくれたんです。ははは、まあそういうことさ。言えない。本当はクマからダッシュで逃げてきた途中でつまずいたのがずんだもんだっただけだなんて絶対に言えない。茜どこかで怪我でもしたのか？違う、これはトマトジュース。あとあれが本当にトマトジュースなのかも怖くて聞けない。あら、皆さんどうして村長さんと目を合わせないの？でもどうしてあんなとこで倒れていたのでしょう。森に入る時はいなかったのに。僕は森の中でお家を見つけて。お家、その小屋の中には入ったんですか？入ってはないのだ。なんだか嫌な感じがして、そしたら後ろから声がして、そこに変なのがいたのだ。変なのって？思い出せないのだ。そもそも森の中に小屋なんてあったの？わしも聞いたことがないが、ケンジ、何か知っておるのか？いえ、僕も何も知りません。きっと夢でも見たのでしょう。とにかく無事で何よりです。もう一人で森の中になんか入っちゃダメだからね。ごめんなさいなのだ。ようこそ皆さん、ここが僕のアトリエです。これ全部ケンジさんが描いたんですか？そうですよ。すごいのだ。ケンジさんは画家さんだったのだ。ケンジさんは芸術の大学に行くくらいがないんじゃぞ。やめてくださいよ、原泉さん。原泉聖さんはここまで案内してくれた村のおじいさんです。この人はもう今後出てこない気がします。原泉聖です。母さん。あの絵は？ああ、あれはまだ完成していないんです。見てもいいか？僕は描き上がるまでは人には見せない主義なんです。完成したら見せてあげますね。そっか、楽しみだな。そういえばイタコさんとズンコさんは？ズン姉様は村のずんだ餅を食べに行くと言ってました。イタコ姉様は村長さんにお呼ばれしたとかで。どうしたの？あの絵、どこかで見たことある気がするのだ。そうだ、こんな場所より皆さんにもっと見せたい場所があるんです。ついてきてください。この村の悪霊を払ってほしい？そうなんじゃ。子供が消えるのは悪霊のせいじゃと皆が怖がっておるんじゃ。ケンジもそうしてくれたら皆安心すると言っておっての。ですが私の専門はあくまでも高齢術で、お祓いは専門外なんですの。そうじゃそうじゃ。最近うまいまんじゅうを見つけての、お口に合えばいいのじゃが。おまんじゅうなんていただいても。こほん。場所の手配だけお願いしてもよろしいかしら？さすがはイタコ様じゃ。何ですかこれ？霧ヶ谷村名物の黒豆ずんだ餅だよ。しょっぱ。塩ずんだだからね。何年も誰も入ってないのに、鍵だけ新品なんだ。壊れちゃったから取り替えただけじゃないの？あかねちゃんやっぱり探偵ごっこなんてやめようよ。蔵を勝手に見るなんてよくないよ。そこで何しとるね。ふいな。ありがとうございます。すごくまずい。あんたたち、あの蔵に何があるか知っているのかい？何かあるんですか？あの蔵は
呪われた蔵だよ。どうして？あたしは見たんだよ。あの蔵からあれが出てくるところを。何が出てきたの？継ぎはぎだらけの恐ろしい魔物さね。それが子供みたいに笑ってこっちを見たんだ。もう一度見た時にはそれはもういなくなっていたよ。その話はみんなにはしたんですか？ボケ老人の言うことなんか誰も聞きゃしないよ。呪いとかはよくわからないけど、うちは今、子供がいなくなった事件について調べてるの。何か知らない？昔、この村で似たような事件はあったよ。どんな事件？あたしがまだ17の頃、戦争帰りの若い男がこの村に来た。名は蓮太郎という。戦争の影響で左耳が少し欠けてはいたものの、よく働く愛想のいい青年だったよ。村にもすぐに馴染み、うちに下宿していた蓮太郎とあたしは、自然にそういう関係にもなったさね。そういう関係って？そういう関係っていうのはそういう関係だよ。だが、ある日から子供が何人もいなくなる事件が起きた。蓮太郎も忽然と姿を消した。村総出で捜索すると、森の奥に見知らぬ小屋があった。そこに子供と蓮太郎はいた。髪も歯も根も丁寧に全部抜かれ、バラバラにされた後に真っ赤な縫い糸で縫い付けられ、一つの塊になった子供と、天井から吊り下がりこと切れた蓮太郎がね。その男は、どうしてそんなむごいことを？蓮太郎は自分のことはあまり話さなかった。理由は日記にでも書いてあったのかもしれんが、今となっては。その小屋って、今もあるの？大昔のことだからね。あったとしてもとっくのとうに朽ちてるだろうよ。あったとしても？どうなったのか藤江さんも知らないってことですか？たどり着けないんだよ。たどり着けない？子供の遺体を運んだ後に、蓮太郎の遺体を運ぼうと再び小屋に向かったが、小屋に行こうとすると前後がわからなくなるほど異常に霧が濃くなって、結局、誰一人としてあの小屋にたどり着くことができなかったんだ。それじゃあ蓮太郎は、今でもあの場所にいるだろうね。ありがとう。最後に聞きたいんだけど、ケンジさんって何者なの？賢治は、誰じゃ貴様ら。またボケだ。剣道八段のわしの体さばきを見よ。捨て子？小さい頃に両親が話しているところを偶然聞いてしまったんです。この村には血のつながった家族はいないんですよ。だからかもしれませんね。僕がこの村に未だに馴染めていないのは。じゃあこれから作ればいいな。検査して分かったのですが、僕は子供が作れないんですよ。大学から付き合って婚約してた女性とも。それがきっかけでダメになってしまって。そうなのか。でも家族は血のつながりだけじゃないって何かで聞いたぞ。だからきっと大丈夫だ。そうですね。ところでうなさんはみんなと遊ばないんですか？うなは水は平気だけど実は川とかは苦手なんだ。川で何かあったんですか？小さい時に川で溺れてるうなを助けようとして、お母さんが死んじゃったんだ。すみません。そんなことがあったとは思わず。いいんだ。うなのせいでお母さんは死んじゃったけど、どんなに落ち込んでもお母さんは帰ってこないからな。それにうなはお母さんみたいに人を助けられる、かっこよくて強い大人になりたいんだ。うなさんはすごいですね。うなはまだまだすごくないぞ。これからすごくなるんだ。そうだ。うなさんに頼みたいことがあるのですが。そんなにジュース飲んだら夜中におトイレ行きたくなっちゃうよ。無礼講なのだ。帰ったらあれね。あれ？でもケンジさんってそんな事情があったんだね。夕飯の時に変な雰囲気になったのは、そういう事情があったのかもしれませんね。何にせよ、このことはここだけのお話にしておきましょうか。そうだね。そういえばお姉ちゃんは何してたの？高橋さんと一緒に藤江さんの昔話を聞いてた。昔話？キリちゃん、もう寝る時間ですわよ。はい。それじゃあおやすみなさい。おやすみ。お休みなのだ。おトイレなのだ。葵、トイレに行きたいのだ。一緒に来てほしいのだ。全身チョコミントアイスのゾウさんだ。かわいいね。あかね、
トイレに行きたいのだ。ついてきてほしいのだ。全身エビフライの高橋さんだ。美味しいね。おトイレくらい一人で行けるのだ。僕の足音なのだ。よく考えたらお部屋で寝てるだけですぐ近くにみんないるのだ。だから何にも怖くなんかないのだ。ずんだもん、のだ。音待ち。話したいことがあるんだ。ちょっといいか？ダメなのだ。どうして？ちょっと漏れちゃったのだ。ごめん。お待たせしました。遅いよケンジ。夜になったら花火が上がるんですよね。大きくはないけど結構綺麗なんだよ。ずんこさんといたこさんは？いたこ姉様はお仕事だと言ってました。すん姉様はチェンジザワールドと言って今朝早くに出て行きました。絶対ろくでもないことだろうな。ケンジさん、髪の毛が濡れてるよ。来る前にシャワーを浴びてきたからね。それよりみんなで軽く見て回りましょうか。見て回るのだ。結構賑わってますね。今日は村の外からも人が来るからね。ちなみにどうしてずん姉様は屋台で働いてるんですか？この村に本当のずんだ餅を知らしめるためです。キリトンも手伝ってください。いたこさんは？あそこです。あれは何してるんだ？私も知りません。悪霊隊さんですの。悪霊隊さん、それにしてもずんだもんずいぶん機嫌がいいですね。何かいいことでもありました？それはこの後音待ちと。ずんだもん。別に何でもないのだ。お祭りが楽しいだけなのだ。そうですか。お姉ちゃんが急にお祭り抜け出したから、私もついてきちゃったけど、こんなところで何するの？ちょっとね。俺たこ焼き食べたかったんだけど。食べればいいのに。でも子供だけにできないじゃん。開いた鍵なんてどこから取ってきたの？すごい埃っぽいね。それに薄暗くてなんだか不気味。なんだろうこの赤黒い箱。なんだこれ。何が入ってたの？古い手帳と袋みたいだけど。これ、誰かの日記だね。読んでみて。昭和19年、12月某日、4歳の妹と6歳の弟を連れ、闇の残る路地を抜けて配給所へ向かった。今日は月に一度の白米の割り当て日だった。前夜の空襲で破壊された瓦礫の間を歩いていたら、弟が何かを見つけたようで、急に走り出した。キラキラしてる。不発の爆弾だった。静寂の中で世界は白く裂けた。目を開けると地面にザクロの実が散らばっていた。ひときわ大きく熟れたザクロには私が塗った見覚えのあるモンペが絡みついていた。気づくと私は病院のベッドの上で血の匂いに包まれていた。ケイフが部屋の隅に立っていた。どうしてお前だけ生きているんだ。彼の声が響いた。私はそこで初めてあの赤く熟れたザクロが妹と弟だったことに気がついた。お前が死ねばよかったんだ。私は何も言えず、ただうつむいていた。左耳が聞こえなくなっていた。昭和20年1月12日、徴兵通知が来た。19歳、別段遅いとも思わなかった。ケイフは何も言わなかった。昭和21年7月3日、復員。難聴のため国内の工場守備隊だった私は終戦から1年足らずで帰ってこれた。東京にあったケイフの家は大空襲で焼け落ち、ケイフもその時に亡くなったそうだ。母の仏壇も妹と弟の痕跡も全て消えていた。母に連れられケイフの家に来たのは私がまだ9つの時だった。その後すぐに腹違いの妹と弟ができて、母は私が16の時に結核で死んだ。その後のことはよく覚えていない。結局10年近く住んだこの家に残っていたのは母の形見の裁縫道具とケイフとの居心地の悪い生活の思い出、そしてこの聞こえない左耳だけだった。昭和21年8月1日、ケイフの知人の縁で山間の村に身を寄せた。霧ヶ谷村という。山の空気は東京よりもずっと静かだった。しかしその静かな空気が私の耳鳴りをより一層ひどくした。昭和21年8月11日、村の子供たちが川辺で笑っていた。声が水面に浮かぶ光の中に溶けていった。私にはその声が重荷に思えた。
昭和21年9月3日、縄を持ち森へ入った。これで楽になれると思った。だが突然後ろから声をかけられ、驚いた拍子に枝が折れてしまった。声の方に目をやると、そこには小屋があった。中には誰もいなかった。その時なぜか母の声が聞こえた気がした。昭和21年11月3日、裁縫箱を開けると母の背中が脳裏に浮かんだ。母はいつも夜中に縫い物をしていた。服に布団、ぬいぐるみまで、この裁縫道具で母は何でも直してくれた。それはまるで魔法のようだった。ふとある考えが思い浮かんだ。思いついたら私は試さずにはいられなかった。昭和21年12月13日、子供を5人縫った。真っ白になった肌に針をあてがうと、最初跳ね返すような弾力があり、そのまま力を込めると自然と針が沈み込んだ。奇妙な感触だった。子供の甘ったるい匂い、その間を肉と油の吸えた匂いが通り抜ける。薄暗い部屋の中では縫い糸を通す音しか聞こえなかった。あの日以来ずっとしていた耳鳴りはもう聞こえなくなっていた。これが見つかれば私は裁かれるだろう。しかしこれは私なりの祈りなのだ。助けられなかった妹と弟への祈り、亡くなった母への祈り、家族を求めてしまった私の罪に対する祈り、そしてこれだけが私が作った最初で最後の、私だけの本当の家族なのだ。土井蓮太郎。何これ、なんだか気味が悪い。これってまるで藤江さんが話していた。それに蓮太郎って名前も。何か知ってるの？うわ、どうしたの？これは髪の毛と歯。しかもこの大きさは。もしもし、葵さん、今どこにいるんですか？お姉ちゃんと高橋さんと一緒に蔵にいるよ。蔵に、元町とずんだもんも一緒ですか？二人ともそっちにいないの？ええ、さっきから連絡も取れなくて。ケンジさんも突然絵を完成させるんだと言ってアトリエに行ってしまいましたし、沢子さんも二人を探しに行くと言ってどこかに。絵を完成させる？どういうこと？私にもさっぱりで。キリタンはみんなでアトリエを探しに行って、うちも二人を探しに行く。わかりました。あと、あの二つがあるか確認して。あの二つ？お姉ちゃん、何か分かったの？二人が危ない。ここはずんだもん。おや、もう目が覚めたんですか？ケンジさん、どうしてうなたちはこんなところに？まだ薬が効いています。あまり動かない方がいいですよ。薬？うなたちはみんなに内緒で絵のモデルになるんじゃ。そうですよ。お二人のおかげでやっと私の絵が、いや、僕の家族が完成するんだ。家族のだ。静かにしていてくださいね。これであなたたちも。そこまでだ。音松さん、ずんだ虫さん、二人に何をしたの？ケンジ、これは一体。葵さん、茜さん、高橋さん、それに藤江さんまで、どうしてこんなところに？地面だよ。地面。この辺りの土って湿ってるから足跡が結構残るはずなんだよ。それでクマさんとかも簡単に見つけられる。茜さんは物知りさんなんですね。で、それが何の関係が？キリタンがアトリエにあったはずの未完成の絵と手押し車がなくなってたって言ってたんだよ。それで二人を運んだんでしょ？ここまでは手押し車のタイヤの跡をたどってきたんだ。何のお話ですか？お祭りに来た時髪が濡れてたのはここに来て準備をしてたからでしょ。濃い霧は濡れるってケンジさん言ってたもんね。だから何のお話ですか？落とし物だよ。あなたは偶然この小屋を見つけてあの日記を読んだ。本当の家族もいなくて子供も作れなかったあなたは日記の内容にとっても共感した。そしてことに及んだ。そうですね。だから何ですか？どうしてあの霧の箱をわざわざ蔵にしまっておいたの？ここに置いておけばいいのに。あれは先生の祈りの一部です。僕の祈りを作るためには先生の祈りは邪魔なんですよ。そうなんだ。そんなことより二人を返してよ。ひどいことしないで。それはできません。この子たちは僕の家族の一部になってもらうのです。まだ未完成ですがここまで来たので特別に見せてあげますね。なんだその絵。
名前はチカって言います。千に花と書いてチカ。こんなこと言ったら親バカだなんて言われちゃうかもしれませんが、結構美人さんだと思うんですよね。さらった子供たちは、もしかしてもええ、可愛く繕ってあげましたよ。真っ白な肌に真っ赤な縫い糸がとっても似合うんですよ。そんなことより子供たちじゃなくってチカですよ。ちゃんと僕の話聞いてました？なんてことを。僕はお父さんよりやっぱりパパって呼んでほしいんですよね。小さい頃は将来パパと結婚するんだなんて言うんです。でも反抗期にはお父さんと一緒に服を洗濯しないでなんて言われちゃうんですよ。それでも最後にはチカと一緒にウェディングロードを歩いて、お父さん育ててくれてありがとうなんて言われて、チカ幸せになるんだよ。何を言ってるの？だから僕たち3人の邪魔をしないでください。3人。動かないでね。まさかおめえら。そう。隠してたけど私とケンジは恋人同士なのよ。休日は家族水入らずでファミレスに行く予定なんですよ。ねえ。狂ってる。葵。ここを知られたからには全員返すわけにはいきません。いいご友人になれたと思ったのですが、残念です。最後に聞きたいことがあるんだけどいい？構いませんよ。ありがとう。さっき足跡が結構残るはずって言ったけど、どうしてこの森って人間の足跡だけが残らないの？それにこの小屋は何なの？どうしてこんなに綺麗に残ってるの？どうしてこの小屋に来ようとすると霧が濃くなるの？どうして？ねえ、どうして？ここに来たのは偶然なんかではありません。すべては必然なんです。僕たちにも蓮太郎先生と同じ声が聞こえたんですから。声？呪いじゃ。蓮太郎の呪いじゃ。兄弟同士でこんなこと。またボケちゃったんですか、藤江さん。僕たちは兄弟同士なんかじゃないですよ。いいや、おねえら2人は実の兄弟だ。そして蓮太郎の、わしと蓮太郎のひな子なんじゃ。はい。どういうことですか？私は蓮太郎との子を見守っていたんじゃ。だが、あんな事件が起きた。私はすべてを隠して村の外で子を産み、その子を里子に出した。それがこの子たちの祖母で、私の娘の悦子じゃ。嘘だ。嘘なんかじゃねえ。2人が私の家の前に捨てられとった時、一緒に手紙が添えてあったんじゃ。そこには私と悦子しか知らないはずの蓮太郎のことが書いてあった。そして差出人の欄にはあなたの孫娘よりと。娘さんにはそのことを話したんですね。手紙を出したんじゃよ。里子に出したことをどうしても謝りたくての。そんな話信じられるわけ？本当だよ。沢子。蓮太郎のひ孫かどうかはわからないけど、少なくとも私とケンジは本当に双子の兄弟なんだよ。どうして？ケンジのお父さんと私のお母さんが話してたの聞いちゃったの。最初は私も信じられなかった。だからちゃんと調べた。そしたら私たち本当に血のつながった兄弟だったの。どうして黙ってたんだ？あなたのことを愛していたからよ。私怖かったの。本当のことを言ったらケンジが離れちゃうんじゃないかって。そんな2人が本当の兄弟だったなんて。でもどうして2人は捨てられていたんだろう。理由は書いてなかったんじゃよ。ただ愛する2人をよろしくとだけ。ねえ、そんなことより早く完成させよう。それが私たちの愛の形でしょ。ふざけるな。ふざけるな。今の話が本当なら意味がない。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 全部偽物だったんだ。蓮太郎も沢子もこの村も僕自身さえも。偽物なんかじゃないよ。私たちの親もひいおばあちゃんも子供を捨てたクズなんだよ。そんなの本当の家族じゃない。うるさい。私たちは兄弟だけど、そんなのは些細なことでしょ。だから一緒に作ろう。2人の愛の結晶を。うるさい。ねえお願いケンジ。私のこと愛してるって言って。お願い。愛してるって。消えてくれ。僕の前から。ケンジさん。お前たちのせいだ。全部お前たちの。よくも
殺してやる。殺してやる。下がってて。え。何これ。なんだこれ。あれはわしがあの蔵で見た。いや、やめて。いや、こっちに来ないで。早く逃げなきゃ。沢子、賢治。じいさん、行っちゃダメだ。私のせいじゃ。すべて私の。まさか、子供を誘拐していた犯人があのお二人だったなんて思いもしませんでしたわ。でも、二人とも無事で何よりですね。何もされなかったんですよね。眠ってたからあんまりよく覚えてないんだよな。僕もなのだ。きっと、どこかで生きてるよね。あの後、警察がこれの前跡を調べたところ、3人分の子供の遺体が出てきたそうです。でも、いくら調べても、沢子さんと健二さん、あの二人の遺体は出てこなかったらしいです。警察は今も、二人の行方を探しています。どうしたんですの？何か聞こえませんか？確かに、誰か呼んでるような。本当なのだ。お姉ちゃんも聞こえない？聞こえないよ。うちには何にも。前だけ見て帰ろう。そうだね。森で声をかけられても、決して声の方へ振り向いてはいけない。その言葉には本当はもっと、何か恐ろしい秘密が隠されているのかもしれません。ケンケ様って、一体何だったんだろう。高橋さん、あんた1週間前に帰ったんじゃなかったのか。霧で迷っていました。何か食べさせてください。あとこれ埋蔵金です。